皆さんこんにちは、時丸です。今日は月収100万円超えるまでに私が行ったことを赤裸々に話していきます。何もない部屋で暮らしています。で、これセカンドハウスとか他に家持ってるんでしょっていうふうに思ってる方いるかもしれないんですけど、ありません。はい。ここに実際に住んでいます。もう2年ちょっとになりますね。で、今日は月収の話をしつつ、それに絡めて私の新刊を紹介していきたいと思います。これがポイントになっています。まず最初に話したいのは、これで私は自分の月収とか収入を自慢したいわけではありません。結論を言えば簡単に収入を上げる方法なんてないっていうことです。で、最近は特に AI で簡単に稼げるとか、投資で当てるとか、そういう方法が溢れていますけど、僕の方法論はそういうものの真逆を言ってると思います。先に結論を話すと、僕が月収を高めるために行ったことは、まず物を少なくすること、物を減らして生活をするということ、そして週に最低2回のランニング、そしてそれ以外の日はだいたい毎日ヨガをやっているっていうこと。そしてなるべく早く起きるということ。そして最後は朝最低90分間自分のディープワーク、集中した仕事をするということです。はい、その5つです。で、これは自分がフリーランスになって、で、しかもクライアントワークを手放して、完全に手放してからの話です。で、それまでは主に撮影の仕事をやっていたので、正直言えばですね、撮影の仕事って1本20万円の単価の仕事を月に5回すればもうそれで簡単に100万円稼げちゃうんですよ。あるいは1本30万円の大きな仕事を取れればもう3回、3日間でだいたい100万円という金額は稼ぐことができます。ただ自分の場合は完全にそういうクライアントワークを手放してからの話で、昨年の半ば頃にですね、そういうもう完全にそのクライアントワークから脱却するということを行ってきました。で、クライアントワークを脱却すると、つまりその大きな企業とか会社に仕事をもらう、受注するっていうことがなくなるので、それで100万円を稼ぐっていうのはなかなか大変なことではあるんですよ。で、これ実際に自分でコード書いてね、プロダクトとか作ってるソロプレーナーの方はわかると思うんですけど、で、そのサービスとかアプリをね、一つリリースしたとしても、できたとしても、それでね、継続的にその100万円以上の収益を得ていくことって結構難しいことで、やっぱり日常的な地道な実践だったりとか、努力とか継続とか、そして仕組み作りがやっぱり必要になってくると思います。で、去年から僕自身はそういうふうなことをやってきて、で、それをね、今回この一冊にまとめました。で、新刊を発表しました。ミニマリストソロプレーナーというタイトルです。で、ここにですね、その自分がやってきた内容を書いてきました。総合的に。で、内容は先ほど話したように、僕自身がもう10年以上ですね、もうこういうミニマリストみたいな、物を持たないような生活をしてきたと。その中で自分が何をやってきたかといえば、結局、物を減らして自分がやりたいこととか仕事に集中すると。そっちの部分を尖らせていくことをやってきたわけです。で、その中でだんだんですね、フリーランスになって独立して、で、クライアントワークも手放して、そして完全に自分のサービスとプロダクトで生計を立てるということをやってきて、で、それがソロプレーナーということにつながると。完全に新しいことではないんですけど、そのミニマリズムの理論とソロプレーナーという理論を完全にくっつけてですね、総合して考えたっていう話ですね。で、冒頭で話したような、例えばAI で稼ぐとか、その瞬発的に投資で稼ぐとか、そういうことって結局一時的なもので持続性が全くないんですよね。で、そして運もあるので再現性がないということがあります。で、僕が考えたことはその自分自身の行為とか実践を一つの OS として考えて、つまりオペレーティングシステム、自分のその生活の基礎みたいなものを築くというところを、まず第一に考えました。で、日々の実践からやっぱりその瞬発的な利益を求めるのではなくて、自分自身の生活実践を高めていく中で自分に合った事業とか働き方、そして仕事を構築していくという、そういう考えを取りましたね。考えを取ったというか、そういうふうにまとまったっていう感じなんですけど、つまり表面的なその稼ぎ方みたいなものを参照しても、それを自分の土台というか、自分の考え方とか土台がしっかりしていないと、それを飲み込んで咀嚼して再現性を高めて実践するってことができないんですよね、結局。だからやっぱりそれを根本的に変えるには、その生活習慣みたいなところを見直して、で、自分の考え方とか、常識を疑うこととか、自分の仕事のスタイルとか、全体の設計みたいなものを根本的に変えていく必要があるなと、そういうふうに考えています。で、その基礎となるのがやっぱりまず物を減らすこと、手放すことですね。で、少ないもので暮らしていくと、様々なことが派生的に分かってきます。例えば物が自分の精神を煩雑にしていることだったりとか、
固定費の問題だったりとか、あとはその物質と精神の関わりだったり関係性だったりとかで、捨てるっていうことから今度ヨガとか禅とか仏教とか、そういうふうな考え方、いわゆる哲学的なところに派生していって、そちらの実践を役立てたりとかで、あとはその少ないもので暮らすことによってその逆にクリエイティビティを高める方法はないかとかね、やっぱりその限られた機材でいかに作っていくか、むしろその限られている方が人は作品を作ることができるんだ、ものづくりをすることができるんだっていうことだったりとか、そういうところをですね、全て総合的にまとめています。で、今回は自分自身がサービスを作って、つまりビジネスオーナーとしてフリーランスの受託業務じゃなくて自分自身で仕事を作っていくっていうこと、そういうところを軸にしながら、それをやるためにミニマリズムをどう使うのかだったり、でこれまで話してきた例えばセネカとかエピクロスとかディオゲネスとか、そういう古代哲学ですね、自分が結構好きで参照するようなところ、そういうところをもう一度改めて、考えて記載しています。だからYouTube で結構喋っていることがこの本の中に、含まれてはいます。だから結局そのミニマリズムの実践だったり、少ないもので暮らすっていうことが最終的に収益を伸ばすっていうことにつながっている、収入を伸ばすってことにつながっているっていうことですね。はい、そんな感じでちょっと本のね紹介をちょっとしたいと思うんですけど、こんな感じで150ページぐらいで 160g ぐらいのサイズ、文庫サイズで今回ねペーパーバッグも販売してます。でね、ちょうどこういう文庫サイズと、これ分厚いんですけど、和尾石黒さんのね、ちょうど文庫サイズで手に取りやすく、そしてこのミニマルなデザインでちょっと持ち運びやすくしてます。だからこれは、ちょっと文庫本みたいな感じでポケットとかに入れながら雑に扱ってもらって、ボロボロにしてもらって自分の味を出していくと、エイジングしていくっていう、そういう使い方もできます。それが物理的に嫌な人は Kindle でも販売しています。で、この本はもともと自分のニュースレターですね。いつも概要欄に貼っているニュースレターで僕が連載していたものです。公開連載していたものなので、ニュースレターを登録していただければそこから全文無料で読むことができます。だから買わなくてもいいです。買ってくれると嬉しいんですけど、お金使いたくないって人はもう買わずにニュースレターに登録していただけると、それで全文読めますので、ぜひね、そこからチェックしてみてください。でもやっぱり本の形式の方が読みやすいので、この方が集中して読めるかなっていう感じはするんですけど、今回ね、横書きになってますね。横書きにしてます。あまり普段文章を読まない人なんかも、スマホでね、スクロールしながらウェブで見る方が慣れている人も、横書きなんで、ちょっと読みやすい感じにはしています。ほぼほぼウェブと同じ体裁で、後書きだけはこれにしか収録されていない書き下ろし版みたいな感じになってます。はい。そんな感じで、これ年始にですね、思いついて、年明けてから、自分のこれまでやってきたこととか、10年間、ミニマリズムやってきたことを、ちょっと一回まとめておきたいなと思って、で、自分のちょっと名詞じゃないですけど、そういう感じもありますね。時丸田中って何ぞやみたいなところを、ちょっとここに込めてみた感じです。はい。名詞にしてはだいぶ長くてくどい感じはするんですけど、ただ分量的にはね、5万5千ぐらいで、6万字いかないくらいなので、簡単に1時間とか2時間で読み切れる分量にはなっていると思います。だからちょっとピンとくる方は手に取ってみてください。一応ね、この文章が向いている人っていうことで、どういう人に向けて書いているかってことをちょっと最後に話しておくと、まず物も情報も多すぎて、思考とか行動が散らかっている人、全然片付かないなと、物も片付かないし、頭の中もちょっとごちゃごちゃ最近してるなっていう人。で、あとは仕事に人生を占められていて、本当にやりたいことをできていない人。もう仕事ばっかでね、もう帰ってきて家に寝るだけと。で、もう仕事しかしてない。で、しかもそれに対して嫌な気持ちを抱いてる人。もう仕事が好きでね、本当にもう仕事をやってる人は全然いいんですよ、それで。もう仕事が大好きだと。で、会社に勤めて、会社員としてやっていくことが向いてる人ももちろんいるので、で、それで成功している人もたくさんいます。だから別にその会社が悪いとかって言ってるわけではなくて、ただその仕事にね、自分の人生占められていて、本当はこっちをやりたいのに、これがなんでできないんだろうと。そういう人とかに向いてますね。で、あとは持続可能性のある長期的なビジネスを一人で作りたい人。そんな人です。で、これはちょっとソロプレーナー的な話になってくると思うんですけど、コーディングとかやってたりとか、あとはプロダクトを立てて作っていきたいっていう人。で、結構そのエンジニア的なその専門的な内容は書いてないので、その辺は深掘ってはいないんですけど、ただ思想というか考え方とか行動とか習慣とかそういうことについては自分がやっててためになることを書いてるので役に立つかなとは思います。それに伴って、ソロプレーナー
として事業の拡大を目指している人。で、あとは、ヨガとかミニマリズムの哲学を実践として、事業とか生活を整えたい人。つまりミニマリズムとか、ヨガの実践、そして哲学をちょっと学びたいなっていう人ですね。で、僕がやってるアシュタンガヨガに関しては完全にもう一節を設けて、で、ヨガ哲学、スートラの中の、一番大事な部分、ヤマ、ニヤマ、アサナ、プラナヤマ、プラティアハラ、ダラナ、ディアナ、サマディの解説だったりとか、あとはヨーギーがどういう生活がふさわしいかとか、あと食事についてだったりとか、どういう風にしたら実践が高まっていくかとか、そういうちょっと古典からの引用からですね、自分の考えをちょっと記したりもしています。で、このおすすめの人にちょっと書くの忘れたんですけど、もう一つはあれですね、やっぱりクライアントワークから脱却したい人ですね。で、こういう人結構ね、多いんじゃないかなって思うんですよ。で、特に僕みたいにもうアラフォーの人とか、で、アラフォーってまだ早いと思うかもしれないですけど、これからも技術的な躍進がどんどん深まるので、現場仕事っていうことが継続が難しくなってくる状況があるんじゃないかなと思ってます。だからフリーランスでフォトグラファーやってる人とか、やっぱ現場に出て自分が何かやってる人、で、クライアントから仕事をもらっている人たち。で、そういう仕事というのはやっぱり時間の労働になるので、結局そこで全部時間を取られてしまうんですよね。あとは現実的な問題として体力の問題もあります。で、これよくね、僕もカメラマン時代にね、先輩とか仲間内で言われてたことなんですけど、やっぱり年取ってくると撮影が辛くなると。朝早起きして、現場10時間やって、で、また次の日撮影みたいな。で、どうしても体力は衰えてくるんで、若い世代の方が有利なんですよね。20代、30代の若手の方が、バリバリね、現場で動ける、撮れる、そして良い作品が作れるってあるんですよ。で、もちろん年を取っていけばいくほど、技術とかが熟練していって、いい写真とかいい作品が撮れるっていうこともあるんですけど、でもそれにね、悩む人も多いんですよね。だからどうしても40とか50で、だいたいみんな専門学校の講師をやってみたりとか、自分で教える側に回ったりとか、そういうふうに教育の方に多分行くと思うんですけど、だからそういう何かしらの多分シフトというのが、フリーランス、いろんな職業のフリーランスの中で生まれてくるのかなと思うんですよね。で、やっぱり一番いいのは生涯現役で、もう死ぬまで俺は現役で行くんだっていうのが、一番かっこいいとは思いますし、それはそれで一つの生き方だとは思うんですけど、でも誰しもがそうなれるわけではないと思います。だからそんな中で、やっぱり自分自身の働き方とかね、このままずっとフリーランスで受託仕事を続けてていいんだろうかって思ってる人、で、自分自身がそういうフリーランスワークから完全に解放された状態にあるので、だからそういうところをちょっと目指しているような人には、一つのサンプルとしてですね、完全に真似してくださいっていうわけではないんですけど、一つのサンプルとして何か参考になるところはあるかなと思います。だからやっぱりこれに書いていることを全て行うのではなくて、やっぱり自分自身に合わせて考えるっていうことですね。これ一つのもう自分の時丸田中というもののただのサンプルですので、じゃあ自分だったら時丸がこうやってるからこういう風に自分の仕事に適応できるなっていう感じで、自分のこととして考えると新たな方向性が見えてくることがあります。だから完全に真似するっていうよりかはそういう風に使ってほしいですね。やっぱり人によって年齢とか、やってることとか、住んでる場所とか、いろんなね、状況って違うと思うので、だから、盗めるとこだけ盗んで、あとは自分の生活とか仕事とかを向上させるために使うっていう、そんな使い方をしてくれると、僕としてはこういう風に書いてまとめた意味があったなと思います。はい。それが嬉しいです。はい。ということで今日はミニマリストソロプレーナー、私の新刊について紹介してきました。ちょっと宣伝っぽくなって申し訳ないですけど、はい。そういうことについて最近は考えています。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミニマリズムの実践だったり、自律的な働き方、そしてソロプレーナーとしての戦略みたいなものを共有しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてまた次回もこのホワイトボックスに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。